はい、こんばんちは、しんらです。というわけで、今回紹介する装備はこちらですね。三つシリーズを 4V 採用した歌方の舞双剣装備になります。というわけで、今回はこの三つシリーズを 4V 採用することによって発動するこのシリーズスキル、歌方の舞を中心にした双剣の装備となっています。歴代モンハンシリーズにもあったスキルなんですが、どういうものかというと、まず泡状態大にならなくなるという耐性を獲得して、で、泡状態時に回避能力を強化する。さらに回避行動を複数回行うことで泡状態小になるというわけで、自ら泡状態になって回避能力を強化する、そんなスキルになっています。この泡状態になることでいろんなメリットを得ることができるんで、これを軸にした装備となっています。この歌方の舞について細かい仕様を載せておきます。はい、ドンというわけで、3回基本的には3回回避すると30秒間泡状態小になって、回避性能はレベル2分上がります。で、この回避性能は普通のスキル回避性能と重複する感じですね。なので回避性能スキルをレベル3発動させれば、この歌方の舞と合わせてレベル5分の回避性能を得ることができるんですね。で、この回避行動なんですが、普通のコロリンと転がる回避でも発動しますし、あとは双剣とか弓とかランスガンランス系のステップでも発動可能です。なんでそこら辺の武器とかなり相性はいいですね。ただし双剣以外のステップは4回3回じゃなくて4回回避しないと発動しないので、そこは注意が必要ですね。あとこのワイルズでは武器固有の回避技でも発動するんですね。例えば太刀の見切り切りだとか、あとは片手剣のバクステ、弓のチャージステップ、あとはハンマーのステップだとか、総中根の空中回避でも発動します。なんでかなりできることの幅が広がってますよね。で、しかもこの回避行動の回数は数分放置しても保存されてるんで、一定時間内に3回回避しないといけないとか、そういう縛りはないです。例えばエリアを移動してからでも発動できます。あと補足として、この泡状態は状態異常扱いでもあるので、この泡状態が終わると彩花転覆の発動もトリガーにすることができるんですね。なので彩花転覆は属性を扱うんであればかなり相性のいいスキルとなっております。で、あともう一つ、今回の武器の新スキルについても解説したいと思います。これですね、装備の濡れ波紋というもの。水に濡れた時、または泡状態の時、一定時間回心率が上昇するというわけで、水に濡れている時と、あとは泡状態の時でそれぞれで回心率が上がっていきます。泡状態でしかも濡れ状態だと回心率は30も上がるという効果があるんですね。水濡れ状態は雨の時だとか、あとは水と、あとは油の中にいる時でも発動するんですね。なので少しだけ地形に左右されますが、環境を味方にすることができれば結構強めなスキルと言えますね。というわけで今回はこの三つ武器も採用しています。いや、やっぱり歴代と変わらず三つ武器は美しいですね。ワイルズのグラフィックも合わさってマジで最高。というわけで今回のスキル見ていきましょう。とりあえず物理攻撃力に特化したタイプと属性攻撃力に特化したタイプの2種類の装備を作ったので、まずは物理から、紹介していきます。解説すべきスキルとしては、まず体術レベル3がついているってことですね。この体術レベル3、お食事スキルの体術小と合わせることによって、体術レベル5の効果を得ることができますと。なのでお食事ではよだれだけを食べるのがおすすめですね。で、あとはこの装飾品で回避性能もレベル3つけているので、今回の歌方の舞の回避性能上昇効果と合わせて合計でレベル5分の回避性能をつけることができています。これかなり快適ですね。体術レベル5と回避性能レベル5がついてるんで、マジで双剣と弓には天国みたいな感じですね。あとは古き良き回避ランスなんかも楽しいかもしれませんね。で、あとは火力スキルとして逆襲と頭にCU ヘルムを採用することによって、この馬撃もレベル2だけ採用できています。馬撃はレベル1だけ、つければいいんですが、もともとこの CU ヘルムにはレベル2の馬撃がついているんで、これで OK ですね。で、あとは1スロー枠にランナーを採用している感じですね。一応この5石とレベル3の装飾品の枠で弱点特攻をレベル5をつけていますが、別にここは他のスキルでもいいですね。自由枠となっております。物理攻撃力メインだったらこんな感じの構成ですね。で、続いて属性特化にしたタイプの装備ですね。
頭装備を5外総流ヘルムに変えています。これで連撃レベル5を発動させている感じですね。でさっきの装備と同じく体術レベル3と回避性能レベル3、そして装飾品で彩花転覆をレベル3つけています。先ほど言った通り歌方の舞の泡状態が切れても彩花転覆は発動するので、それをトリガーにして、発動させます。はい、という感じで2種類のタイプの装備ですね。一応今回は新武器というわけで三つ根の双剣を使っていますが、別にここはアーティア武器とかでも大丈夫ですね。でお食事のおすすめとしてはやっぱりこのよだれだけで、体術小を発動させて、体術レベル5の効果を得るということと、仕上げ食材にはこのジュエルカラスミもね、水心ついてるんで、もし濡れてる環境であればこれもありですね。基本はイーストハニーでいいとは思いますが、雨の場所とかでやるんだったらこれもありというわけで、今回はこちらでいきましょう。それでは今回はこちらの装備で一からいきたいと思います。それでは実践編レッツゴー。はい、それじゃあ今回はヌ・エグドラさんで一からいきたいと思います。こいつのこの腕の場所でもね、この濡れ波紋が発動するんで、油の中に使っていても働く、そういうところをね今回はお見せしたいと思います。というわけで、はい、回避をねすることによってこの歌方の舞も発動すると、双剣だとステップ3回で、泡状態になるんで、切れたら効果がね、アイコンが体力バーの上にね出てるんで、泡状態のそれを見て、効果が切れてたら、ステップをね積極的にやって、回避性能を上げるみたいな、そういう動きがいいですね。よし、ダウン取れてるね。でこの装備をね何回か使ってみた感じとしては、あんまりね、泡状態の維持に一生懸命になりすぎなくて、豪快に外している。あんまりね泡状態の維持に、必死になりすぎなくてもいいかなっていう感じですね。そもそもね双剣はスタミナ管理と、あとは鬼人ゲージのね管理もしないといけないということで、結構ねもともと双剣は気にしないといけない部分が多いんで、それにさらにね、泡状態の維持を義務付けてしまうと、なんか狩りがねめっちゃ息苦しくなっちゃうんで、ただね3回回避するだけでいいんでね、普通に戦ってれば発動できるものではあるんで、意識しすぎずに自由に勝っていいと思います。はい、こういう感じでね鬼人ゲージ今管理できてないですね。というわけでね、あんまりねゲージばっかり気にせずに、ゲージというか泡状態かどうかを気にせずにね自由に勝っていいと思います。今回は、ね、特におっと危ない、濡れ波紋のね濡れ波紋の、武器を使ってるんで、割と気にしめにそのね三つ根武器を使うんであれば結構ね厳しめに管理してもいいと思いますが、普通にね皆さんねアーティア武器とかでも使うと思うんで、そういう意味では、あまり気にしすぎずに自由にね狩るのもいいと思います。いやーでもやっぱ三つ根武器はこの見た目がいいですよね。勝ってる最中は、見る暇なんかないですけども、確か、三つ根の太刀の武器かな、あれがなんかずっと前に実物大原寸大でねなんか再現されたこともありましたよね、なんかのイベントで。さあダウン取ってるんで、しっかりと双剣の乱舞を決めていく。さあまたね評価が終わったので、なんか毒になってるとか、プロポロがある、なんかあいつのことプロロポルルって言っちゃうんだよねなんか癖でプロポルが来てる。さあ結構ねいろんなモンスターがここにはね集まりやすいんでね、毒にしてくれる分にはいいんじゃないか。さあ邪魔してないでくれよ。さあガンガンこの後ろで乱舞、後ろで踊り狂って、さあ攻撃を重ねていく。さあダウン取れてる。もうちょいかな、もうちょいって感じだな。じゃあこのねプロポルが結構邪魔ではあるが、さあなかなかね弱点部位に行けませんね。おっとこれなんか方向が来るですね。もう一体来てる、もう一体来とる。ちょっとねこいつは逃がしちゃならん。ここで仕留めるぜ。さあしっかりね泡状態にしつつ、方向も回避しつつの弱点部位あるね。弱点じゃない、傷口いったここで先行まさかの先行。さあこれで決めた OK。 はいという感じですね。いやーね割と環境に左右されたりだとか、
あとは回避をねしなきゃいけないというね制約はつきつつも、体術レベル5とあとは回避性能レベル5のねめちゃ快適な装備に仕上がってるんで、ぜひとも皆さん作ってみてください。ということで今回の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。